自分の一緒の包丁を持ってもらいたいから。高橋鍛冶屋高橋勉です。家はもうそれこそ120年以上続いてますけど、私が作るようになってからは20年余りです。1200ぐらいまでは上げますね。これで剥がれをやって伸ばします。暑いですよ。まあしょっちゅうです。やけどなんかは。これを入れて叩くことによって凹凸ができると伸びやすいの、伸ばしやすいの。これがここまでいってるでしょ。この薄さ、ここまで伸ばすんです。仮沸かし、仮付けします。今これが鋼でしょ。で、これをこの軟鉄へ挟むの。沸かし言うてね。今こんな面倒な仕事誰もやらなくなっちゃう。これはね、やっぱりこうやって作った包丁が長持ちするでしょ。40年以上使ってもらおうと思ったらこの方法が一番いいんですよ。使い捨てやなくもう自分の一緒の包丁を持ってもらいたいから。今もう使い捨てが多いでしょ。こうやってこだわって作ることによってずっとその人一生使ってもらえるでしょ。そういう包丁持ってほしいのですよ。これを中の接着剤です。これが接着剤になる。
こうやってね、これが沸かしっていう仕事なんですよ。一回これ経験だからなくしてしまうと、映像では残ってても実際にやった感覚では分かんないでしょ。私もこの沸かしを残すために後を継いだようなもんなんですよ。だからこの沸かしっていう仕事は一回なくしちゃうともう誰も分かんないんです。だからそれを残すのがためにこれをやってます。鋼とだから鉄が一体ものになりますよね。普通は溶接でくっつけるでしょ。そうじゃなくこれで溶接じゃなくくっつけるから、だからクワなんかの修理の時にはもう沸かしくっつけたクワはすごく丈夫なんですよ。新品と同じようになる。他の包丁だいたい8こぼれ起こすと思います。これは量産効かないんです。一本一本こうやって叩いて作るから。鋼、この白の2っていうのは900度ぐらいの温度で溶けるんですよ。で外の鉄は軟鉄の方は1200ぐらいまでは大丈夫なんですよ。だからそれでいて温度が一定でないと絶対くっつかない。同じ温度じゃないとくっつかないんです。だからもうほんと経験値だけです。これは色を見ながらね。はい、これで一枚ものにできる板になりました。こういう仕事。だからこっちが溶けるまでに温度が上がる、真ん中温度が上がるとここに全部ひびが入るんですよ、鋼に。でこれを叩いてね、これから薄く伸ばします。叩くことによってね、余分なものをみんな吐き出すんですよ。これをずっと繰り返します。完全な不純物なんですよ。これが鉄の中に入ってるね、いろんな不純物をこうやって叩き出して、で余分なものを叩き出して硬いものにするんです。で鉄は叩けば叩くほど硬くなりますからね。だからこういう硬くなるように叩いてるわけ。じゃあこれで柳刃が欲しいんだね。ちょっと待ってよ。
よいしょ。でこれで柄をつけてね、でもう一回またここでやります。これは果物ナイフの今柄をつけたところ。炭がね、やっぱり今頃の炭あんまりいい炭じゃないでしょ。新聞だけじゃつかないの。前はお風呂のを自分で炊いてね、その炭を使いよったんですよ。消し炭言うて。でそれだと火がつきやすいけど、これは本当に火がつきにくいの。だからこうやって杉場を炊いて、これで中子を作ります。中子言うて包丁の柄に入れる部分。機械を洗うだけやけ。洗う叩く時やけ。細かなところはこれじゃできないのよ。でやっぱり小さな部分は細かな部分は手でやった方が間違いないものができますよね。出ますよ。イノシシなんかしょっちゅう出てる。投げっぱなしですよ。今から形を整えます。
これで一回やめて一回休憩して午後から焼き入れやります。はい、おいで出ておいで。やか寒いかこの時の気温の変化によって焼き入れの時間が全然違う。簡単にもうすぐ焼きが入ってしまう時もあるし、じわーっとか時間かかる時もあるし。銅です。これは銅管。これで今度は柄に銅管をくっつけます。オリーブオイル寒くてね固まるんよ。これがね錆止めにオリーブオイル塗ってる。